はい。ご注文のパンケーキだよ。小羽とあんにはクリームたっぷりで、アキトはフルーツ大盛り。トウヤにはチーズサンド。と、これで揃ったね。ありがとうございます、ミクちゃん、メイコさん。いただきまーす。おいしい。疲れが吹き飛んでくよ。今日はみんなで何をしていたの？今日は次のイベントの打ち合わせのためにみんなでクロールグリーンに行ってきたんです。クロールグリーンって、確かアキトくんが前に。そうっすね。前行ってた場所です。なかなかやらせてもらえない場所なんですけど、あんたちの交渉もうまくいって、あそこでイベントやることになったんすよ。おお、そうだったんだ。それに、今度のイベントは、アンのお父さんと小羽に歌を教えてるタイガさんがイベントを見に来るんだって。あんちゃんのお父さんたちが？しかもそのイベントで小羽がオープニングアクトをソロでやるんだよ。私がお店に来てないうちにそんなことになってたなんて。でもどうして小羽ちゃんが？タイガさんが今の私なら自分たちのイベントでソロをやることで何か見つかるはずだって。なるほど。じゃあアキトくんだけじゃなくてみんなにとってもすっごく大事なイベントなんだね。はい。それにしても今日は白石に誘ってもらえてよかった。ああやって実際に足を運んでみたら、みんながあのライブハウスに憧れるというのもわかる気がした。設備もいいし、フロアも広い。それに何よりオーナーさんの音楽にかける情熱をとても強く感じられたな。そうだね。まさか父さんたちのことあんな風に考えてたなんて思わなかったな。どんな話を聞いてきたの？タイガおじさんの昔の話でさ。そっか。ラダーのイベントを自分の誇りに思ってるか。でもやっぱりごめんね小羽。オーナーさんにプレッシャーかけられちゃったよね。大丈夫だってば、あんちゃん。どうかしたの？今日はクロールグリーンに行く前にあんちゃんと街で遊んでたんです。小羽が練習ずっと頑張ってるから、いい息抜きになったらいいなって思って。あら、そうだったのね。それで二人でいいデートができた？すっごく楽しかったです。でも今日はあんちゃんと街を歩いて、それからクロールグリーンのオーナーさんの話を聞いて思ったんです。この街の人たちはタイガさんのこともあんちゃんのことも本当に小さな頃から見守ってる。それってすごくいいなって。私にはタイガさんが街の人と通じ合ってたり、あんちゃんが街の人たちの前で歌う姿が眩しく見えたよ。眩しくか。小羽、あの時そんな風に思ってたんだ。あんちゃんやタイガさんみたいに家族以外の人たちに見守ってもらうようなこと私にはなかったから。確かになかなかあるものじゃないな。特にあの街のように音楽という一つのものでみんなが通じ合っているような場所は。本当にそうだと思う。最近はあんちゃんと一緒に歩いたり、タイガさんに練習で街に出させてもらったりして、眩しくてあったかいなって思った場所に2人が連れて行ってくれてる気がしたんだ。だから私にもいつかそういう人たちができたらいいなって。
そう。それがとても素敵なことね。きっと小羽ちゃんならできるんじゃないかしら。ありがとうございます、メイコさん。ラダーの最初のイベントはこの街を変えたっていうくらい大事なもので、そのイベントを超えられるかどうかなんてわかんない。でもラッドウィーケンドを超えるには絶対あのオーナーさんや街の人たちに最高のイベントを見せないといけない、そんな気がするの。小羽ちゃん。そのためにもみんなにソロの練習を見てほしいんだ。今から？まだ私うまくできなくて、少しでもできるようになりたいの。今日は練習お休みだったのに付き合わせちゃうことになるから、みんなには悪いんだけど。別に悪いってことはねえだろ。これは俺たちのイベントなんだからな。俺たちもいつでも付き合うよ。ありがとうみんな。じゃあ行くね。いい出だしだな。昨日の練習の時よりいい感じだね。今日見てきたライブハウスで、あのステージで一人で立つんだ。コルより少し広くて照明は強めで、やっぱり今日は見に行ってよかったな。あのステージで思いっきり歌ったら、どこまでどんな風に声が響くのかはっきりイメージできる。タイガさんとした練習の成果かな。ステージから客席まで意外と遠そうだし、いつもよりちょっと声を張らないときっと届かないよね。イベントの最初はまだ空気が温まってないから、私が一人で温めなくちゃいけないんだ。またちょっと乱れちゃった。立て直さないと。ここで盛り上がりきらなかったら、お客さんはモヤモヤした気持ちで最後まで会場にいることになる。みんなのイベント、私のせいで失敗したくない。いつもより力強くて迫力があったよ。ただ、なんかちょっと歌が硬いって感じがしたな。あ、やっぱりそうだよね。私もレンと同じように思ったな。小羽ちゃんの歌がいつもならもっとのびのびと響くでしょ。今日は少しだけ詰まって聞こえた気がするの。そうだな。決して悪くはないが、やはり本調子ではないと思う。そうだったよね。私も途中で良くないなって分かって。おい、へこんでる暇なんかねえぞ。まだ時間はあるだろ。これから仕上げてきゃいい。ねえ、小羽ちゃん。よかったら一緒に歌わない？今からですか？もっと軽い気持ちで歌ってみようよ。イベントのこととか、街の人たちのこととか、一回全部忘れて。ね？忘れて。それ、いいアイディアかもね。私も混ぜてよ、ルカ。ああ、ミクも？いいね。3人で歌おうよ。でも、3人で何の歌をやるんですか？今の歌でいいんじゃない？
じゃあ、小羽ちゃん、ゆっくり息を吸って、深呼吸して。はい。歌ってるから、準備ができたら入ってきてね。いくよ。ルカさん、本当にすごい。ラフな歌い方だけど、透き通ってて、歌い出した瞬間にはもう空気が出来上がってる。あ、ミクちゃんもすごくキレがいいな。でも響きが繊細で、ルカさんの歌にぴったり合わせてる。私も入らなくちゃ。こんな一瞬で。あの二人やっぱりすげえな。即興とは思えねえ完成度だ。ああ、ルカさんの天性のセンスも簡単についていけるミクの技術もさすがだな。それに示し合わせたわけでもないのに、ここぞというところであずさわを引き入れていた。二人ともすごくうまい。だけどただうまいだけじゃない。私にぴったり息を合わせて、たまに振り返るみたいに歌ってくれてる。こう歌ったらいいんだよって道を教えてくれてるみたい。ありがたいな。私もルカさんみたいにもっとラフに音に乗せて。なんだかいい感じで力が抜けたな。もしかしてミクちゃんが手伝ってくれたのかな。ミク、いつの間にか後ろに下がってるね。でも絶妙なところで前に出てきて、あの二人をうまくまとめてるみたい。そうだな。それに背中を支えるみたいな、ああいうリードの仕方もあるんだな。小羽ちゃんも調子が出てきたかしら。ミクから乗せるのがうまいわね。あれ、なんだろう。なんかルカさんとミクちゃんの歌、私に話しかけてくれてるみたい。二人の気持ちが歌に乗って強く伝わってくる。小羽ちゃんの歌を聴かせて。小羽、もっとやれるでしょ。ルカさん、ミクちゃん、ありがとう。私も二人の気持ちに応えたい。小羽。小羽、すごかったよ。いつも以上に伸び伸びした歌になってたよ。ああ、今のお前の歌ならオープニングアクトもいけるんじゃねえか。俺も一緒に歌いたかったな。そうかな。そのでも絶対大丈夫だよ。いい歌だったから自信を持ってね。ありがとうございます。でもさっきのはルカさんとミクちゃんのおかげで、なんだか二人の気持ちに応えたいって思ったら、だんだん楽しくなって自然と歌えたっていうか。私たちは歌で気持ちを伝えただけ。あとは小羽の実力だよ。それはずっと見てきた私たちが保証するよ。あ、みんな
りがとう。